ゆるパパのほびちゃん。はい、ゆるパパです。機動戦士ガンダム V 作戦ビスケットですね。そのおまけの、ミニキット、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、G ファイター、あと武器セットですね。コアファイター2機と、あと武器セット。ガンダムはいいんです。ガンダムはですね、特に、私これでいいなと思ってるんですね。コアファイターはこう色を塗りたいですよね。ちょっとこの状態だとそっけないんでですね、部分的に白を塗ってですね、もうちょっとコアファイターらしくしたいと思います。あとですね、ガンキャノンとガンタンクですね。あと G ファイターですね。あとバズーカがついてるんですね、バズーカ。砲身ですね。砲身に穴を開けたいと思います。ちょっと穴がないとですね、なんかやっぱりちょっとそっけないと言いますかね。穴が開いてるだけでかなり見え方が変わってくると思うんでですね。あとですね、ガンタンク色が取れてるないところがあるんですね。このどの窓の色が剥がれてるところがあるんで、これを色を塗ります。で、もう一つですね、ちょっと改造したいと思います。ガンキャノン、ガンタンクのこの方針をですね、ちょっと動くようにしたいと思います。小さいので、ちょっとうまくいくかどうか、ちょっと不安なんですけどね。ガンタンクとガンキャノンはですね、ダブってるんですよ。同じものがあるんでですね、この同じものを作ってですね、改造したいと思っています。ですね。はい。では、まず、ガンキャノンですね、作ります。ちょっとですね、作り方変えます。まず、方針に穴を開けますね。まとめて方針に穴を開けたいんで、今、ガンキャノンを作ってる最中なんですけど、ガンタンクも、同時に進行させます。一応ガンタンクですね。はい。それでは、方針に穴を開けていきます。準備したものをですね、スパチュラ、ピンバイスですね。あと、ドリル使いました。で、老眼なんで、拡大鏡も準備してます。まず、ガンキャノンからですね。これはガンキャノンですね。穴を開けるですね、中心に当たりをつけて、その中心から穴を徐々に広げていっています。で、これがガンタンクですね。ガンタンクの方針ですね。ガンタンクの方針は小さいですよね。結構これが限界なのかなと思います。なんとか穴を開けることができました。ちょっと気をつけないと危ないですよね。はい。続いて G ファイター。G ファイターの方針はでかいんでですね。ちょっと表面にヤスリをかけて、
スパチュラで穴を開けました。ある程度スパチュラで穴を開けたらですね、ドリルとかで、穴の形を整えてもいいんですね。ドリルを使うと穴の中心が外れることがあるんでですね、ちょっとそれは気をつけなきゃいけないなと思っています。あとヤスリですね。丸ヤスリで穴の形整えています。はい、穴を開けることができたんでですね、方針を動かします。G ファイターはこれでいいですよね。方針が動くようにできてるんでですね。で、ガンタンクですね。ガンタンクの方針、あと、これはガンキャノンですね。方針。で、方針を動かすんですけど、まず、固定させます。普通に作ってですね、その、組んでみて、組んだ状態で横から穴を開けます。これは当たりはスパチュラで当たりをつけましたですね。で、ドリルを使いますですね。これはガンキャノンですね。ガンキャノンの方針は大きいんでですね、ちょっと穴は大きい、0.8 ミリぐらいですかね。0.8 ミリぐらいのドリルを使っています。手作業で、まっすぐ穴を開けたいんですけどね、なかなかうまくいかないですよね。多少斜めになってます。はい、方針の根元ですね、稼働する軸となる穴を開けました。で、これ、T ピンっていうんですかね。アクセサリーショップに売ってます。これはですね。T ピンを使ったんですが、うまくいかなかったんで、続いて使ったのが、これは何だろう。ゼムクリップですね。ゼムクリップを伸ばしたものを軸に、方針を動かす軸になるようにですね、このゼムクリップが 0.8 ミリぐらいなんですかね。ちょっともうちょっと穴を広げないと入らない。で、穴を広げました。方針が動くのはいいんですけどね、やはり、グラグラするとですね、形状位置って言いますか、方針の、上下するときに、重力に負けないようにある程度の摩擦力がないとですね、形状を保つことができないので、きちきちにぴったり収まるような穴の大きさにですね、
きっちりはまるような、この軸の何ですかね、真鍮といいますか、ワイヤー針金を入れるようにしています。方針を動かす軸なんですけど、軸の金属ですね、何を使うのかっていうのはですね、ちょっと、悩むところですよね。ガンキャノンはゼムクリップの太さでも可能です。ね、方針の根元ですね、ある程度丸みがないと回転しないんでですね、回転できるように、切り取って削りました。これちょっとゼムクリップ、柔らかめのゼムクリップです。スチールではないですね。なんだ、ニッケルっていうんですか。かなんかですかね。ちょっと柔らかめのゼムクリップを使っています。はい、ガンキャノンですね。方針が動くようになりました。はい、続いてガンタンクですね。ガンタンクも、ガンキャノンと同じように、方針が動く軸となる場所に穴を開けます。ね。で、ガンタンクはちょっとガンキャノンに比べると小さいんでですね、ちょっと穴もですね、ある程度小さくないとですね、厳しいそうなんで、これ何ミリくらいかな ?0.6 ミリぐらいですかね。0.6とか0.5とか0.6の穴を開けましたですね。まあ最初は小さい穴を開けてですね、まあいきなり大きい穴を開けずに小さい穴を開けて、やりましたですね。T ピン、これ T ピンですね。ガンタンクは T ピン使ったのかな。穴を開けた後ですね、はめ込みの出っ張り、おとつですね、はめ込みのところは切り取ってます。それで方針が稼働するようにですね、根元のところを回るように丸くしました。最初 T ピン使ったんですけど、うまくいったのかな。あ、T ピン入りましたね。これで方針が上下にグラグラしなければ、これで問題ないですね。まあ、T ピンもですね、いろいろ種類があるんでですね、これ最初使った T ピンは細すぎたんですかね。それでちょっとグラグラするんで、もう一つ上の太い T ピンを使いました。T ピンってあるんですね。アクセサリーで使うものです。うん。アクセサリー作ったことないんですけどね。まあ、こういう時のために、買っておいてあります。
T ピンは何ですか？アルミなんですかね。ちょっと柔らかい素材でできてます。ですね。はい。これで方針完成です。で、ガンタンクですね。組み上げ。組み上げるんですね。続いて、これバズーカですね。バズーカ忘れてたんですね。穴を開けるの。まあ、最後、穴開けの最後、バズーカになりました。はい、あとですね、色を塗ります。ガンタンクのコックピット部分ですね。ゲート処理で色が剥げてるんですね。コックピットのガラス部分の色を塗ります。あと、コアファイターですね。コアファイターも、2機あるんですけど、一応比較できるように1機だけ色を塗りました。水性塗料ですね。水性塗料を混ぜるんですけど、ゼムクリップ使います。ゼムクリップ便利ですね。私、ゼムクリップ非常によく使ってます。引き伸ばすと棒になるんでですね。あと、ちょっとした真鍮線としても使うことができるんで、おすすめです。この色ですね。水性のカラーを使ってるんですけど、アクリル絵の具、デザイナーなんでですね、アクリル絵の具、持ってます。過去使ってたものですね。もう絵の具を固まってるんですけど、ちょっとその塊の一部、その黄色い色ですね。ターナーのアクリルガッシュですかね。使いました。水性塗料とアクリルガッシュ混ぜて、この、ガンタンクのコックピットの窓の色は作りました。はい。これで、ガンタンク完成です。あと、方針もですね、方針の穴ですね。穴の方ですね。やっぱりちょっとある程度暗くしたかったんで、黒色を塗ってあります。コアファイターですね。コアファイターも塗りました。まあ、ちょっと汚いんですけどね。綺麗に塗れたとは言えないんですけど、まあ、はい、これで、完成とします。はい、これが完成ですね。完成したものと、元々の状態のものですね。ガンダムですね。バズーカを持ってます。穴開いてますね。バズーカに穴開いています。ガンキャノンですね。ガンキャノン穴開いてます。あと、方針がこう上下するようになっています。ガンタンクも穴開いています。で、上下します。可動角度ですね。ちょっと若干左右違ったりしてるんですけどね。G ファイターですね。穴開いてますね。これ、まあちょっと穴と分かるようにですね、中黒く塗ってあります。で、コアファイター、色塗りました。ですね。まあ、あまり色塗り得意じゃないんでですね。まあこんな感じで作ってます。色塗りました。あと、コックピットですね。ガンタンクのコックピットの、色が、ゲートがあるんでですね。ちょうどコックピットの目立つところにゲートがあったんで、色を塗ってあります。
ちのもの、右側の2つは、穴開いてませんですね。こっちの、左側のガンキャノンとガンタンクは、砲身に穴が開いていますですね。穴開けるのとですね、ちょっと砲身が若干動くっていうだけでもですね、まあ、かなり遊べますよ。遊べます。はい。ね。いい年こういったじいさんが何言ってるんだみたいな感じはあるんですけどね。まあちょっと時間はかかってますよ。それなりに時間かけて作りました。砲身に穴を開けると言ってもですね、やはり簡単ではないって言いますかね。ちょっとある程度、時間はかかりますですね。真ん中これだから黒く塗ればいいんだっていう感じはしますけどね。この砲身の先を黒く塗るっていうのも、丸く塗るっていうのもなかなか難しいかなって思うんですね。やっぱ実際に穴が開いてないとですね、やっぱ武器っぽく見えないって言いますかね。これやっぱり穴が開いてると開いてないじゃですね、武器らしさが出てこないって言いますかね。巨大ロボット兵器ですからね、一番火力のあるような武器ですよ。まあガンタンプ、ガンキャノンで言えばですね、砲身といえばちょっとある程度、こう、命的な、まあ、重要部分ですからね。やはり穴が開いてないと、物足りないかなと私はいつも思います。まあこういう模型に関してですね、もし穴が開いてなければ、穴を開けるようにしていますですね。皆さんどうですかね。あまりそういうことをしないですか。あまりなんかそういうの見かけないんですよね。穴を開けるって。もちろんこうやってられる方もいらっしゃるとは思うんですけどね。そうですね。あまり見ないから、まあ私もその YouTube、その他のモデラーさんの制作とかあまり見ないんでですね。なんとも言えないんですけどね。まあでもこの一手間で、まあこんな感じになるんでですね。私はこういうの好きです。こうするのがですね。まあちょっと皆さんどう思われるかわかんないんですけどね。まあコメントを入れていただければ、まあこんなやっても意味ねえよっていうんであればですね。まあそういうコメントもあれば、まあ入れていただければと思います。なんですね。やっぱり人それぞれちょっとこだわりありますよね。色をちゃんと塗りたいという人、まあちょっとこれだったらもうちょっと墨入れとかちゃんと色塗った方がいいんじゃないかみたいなですね。もうちょっとヤスリがけしてですね。ちょっとゲート処理ちゃんとした方がいいんじゃないかみたいなですね。まあそういうこだわりを気になる方ですね。そういうところがもっと気になるっていう方もいらっしゃるかと思いますよね。まあそういう方もいらっしゃるかなっていうのはですね。まあこれだからこれ動くように作ったんですけど、これだからダブってるから作ったんですよ。ガンキャノンと、偶然ですね、ガンキャノンとガンタンクが、2つあったんでですね、まあ失敗してもしても、まあ仕方ないかなっていう感覚でやってます。ガンキャノンはまあそんなに難しく、まあ大きさ的にですね、ガンキャノンは、ここに横に穴を開けるってのはそんな難しくなかったんですけど、砲身の稼働をする軸に穴を開けて、真鍮ですね、ワイヤーを入れるみたいなですね、鉄の棒を入れる、金属の棒を入れるというのはですね、ちょっと経験と言いますかな、ちょっと慣れてないと難しいのかなって言いますかね。私日頃こういうこと、ある程度準備はしてるんでですね、日頃やってるっていうわけじゃないんですけど、道具はある程度揃ってますよ。真鍮線って言いますか、ワイヤーとか。こういう金属ですね、アクセサリーショップのものを使ったりしてます。アクセサリーショップに行くとですね、ワイヤーが結構売ってるんですね。アクセサリー専門店っていうのがですね、手芸品ですね。アクセサリーショップ、手芸アクセサリーショップ、パーツクラブってあるんですね。あと、裁縫っていうんですか、服ですね、手芸の服を作ったりとかですね、素材とか道具を売ってるお店、岡田屋ってあるんですけど、そういうところで買ったりしてます。まあ、こういうものですよね。T ピンっていうんですね。これ柔らかい、素材が柔らかいものなんですよ。アクセサリーで使ったりするようなものですね。ひょっとしたら使うんじゃないかなと思ってですね、あらかじめ買っておいたものです。改造というほどのことではないんでしょうけどね。これを改造というなみたいな言われちゃうかもしれないですけどね。まあバズーカに穴を開けて稼働するようにしましたですね。方針が動くだけでもちょっとかなり違いますよね。ちょっと
言えばですね、バンダイさんの方でですね、あらかじめこれが動くように、そういう風に作ってもらったらよかったのかなっていうのはあるんですけどね、ちょっとこれを動かすのって、凹凸にパチッとはめてですね、こう軸回せるぐらい、のあれができなかったのかなっていうのは思いますけどね。パチッとはめる。ちょっと簡単に言ってますけどね。そんな簡単に言うなってパンダイさんに怒られちゃうかもしれないですけど。はい。はい。以上ですね。ゆるパパの、ちょっと手直し、塗装、改造でした。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。